明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。少し遅くなりましたが、1月の星星術予測をお届けします。まだ2025年全体のサイキック予測をご覧になっていない方は、このビデオの最後にリンクを用意していますので、ぜひチェックしてみてください。1月の主な星の動き。獅子座の火星と水亀座の木星星がオポジション180度になります。この配置は自由を取り戻すことへの意識を高め、自己主張も主張されるでしょう。また、この影響で社会的な変化が起きやすく、国際的な争いが注目される可能性があります。同じ日に水星が魚座に移動します。この動きは火星と木星のオポジションによる緊張感を少し和らげてくれるでしょう。1月6日、火星が逆行して蟹座に入ります。これにより過去の無力感や不安が浮かび上がりやすくなるかもしれません。この不安定な時期は嘘や誤報が広がりやすくなるので注意が必要です。この傾向は火星の逆行が終わる4月中旬頃まで続く見込みです。さらに水星が射手座にいる海王星とスクエア90度になるため、ちょっとした嘘が大げさに拡大する可能性があります。1月14日、蟹座で満月を迎えます。この満月は牡牛座の天王星とセクスタイル60度、さらに太陽と天王星のトライン120度という調和的な配置を形成します。一方で、金星と天王星が双子座でスクエアになります。この時期には地震、噴火などの地球関連の自然災害イベントが起きやすいでしょう。また16日には太陽と火星がオポジションになるため、この時期は感情が高まりやすく、国際的な緊張も増加するかもしれません。個人レベルでは冷静さと忍耐が求められるでしょう。1月19日から21日、19日には金星が魚座で土星とコンジャンクション0度になります。そして21日には太陽が冥王星とコンジャンクションを形成。この時期、国家間や個人間の関係が強調されると同時に、過去数日間の出来事を冷静に振り返るタイミングとなりそうです。1月23日から26日。23日には水星が火星とオポジション、天王星とトラインになります。創造的な作業やライティングがスムーズに進む時期です。26日には金星と火星のトラインがこの流れをさらに後押しします。1月28日から30日。28日には水星が水亀座に入り、冥王星とコンジャンクションを形成します。そして29日の水亀座新月では木星とトラインの関係になります。さらに30日には天王星の逆行が終了し、木星と太陽がトラインの位置に。これにより物事が一気に進み始め、時間が加速しているように感じるでしょう。今年初めの1月、星の動きは変化に満ちてます。心を落ち着けながら新年のスタートを切りましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。気になる方はぜひ他の動画もチェックしてください。